岡塾です。よろしくお願いします。お願いします。本日の動画なんですが、以前の動画でご紹介いたしましたロックナットのバイクシェアナンバーワンの会社に潜入いたしました。この会社さんで製造工程とか、工場見学ですね。いうことになっております。というわけで富士精密さんの社長さんに来ていただいておりますのでご紹介したいと思います。よろしくお願いします。どうも富士製造馬と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらの製造工程とか見せていただけるということで、ぜひ工場の方でですね、ご覧いただいて、私も製品を見ていただければと思いますのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ行ってきます。いってらっしゃい。というわけで工場の方に移動してまいりました。ご案内いただきます。よろしくお願いいたします。今回ですね、とんこつくんにクイズを用意いたしました。このクイズを今ここで答えていただきまして、工場見学しながら、答え合わせをしていくという感じになります。で、クイズを用意したものの詳細のことはちょっとよく分かっていないので、現場で教えていただければなと思いました。よろしくお願いします。納豆を作るにあたって材料形状は一体どういったものになるでしょうか。丸棒でしょう。丸棒かなと思います。M8 をナットの形にするまでの分あたり製造数。ちなみにそのナットの形っていうのはネジを切ってない状態、ネジを切る手前の段階で、じゃあ丸から六角にするっていうことはそうですね。そういうことですね。分あたりですよ。100個とかじゃないですか。100個、100個、1000個、500ね。M8 の特徴的な羽ありますよね。緩み止めのための羽、あれを機械1台で M8 を走める分あたりの製造です。要するに次の工程みたいなもの。プレスでしょ、あれは。プレスで潰してやってるから、さっきより多分早いんじゃないかな。逆に早い。なるほど。早い気がする。だから倍の1000とか1分あたり1000ぐらいパワパパーンっていっちゃうんじゃない？なるほど。M8 を材料から完成に至るまで必要となる製造機械の種類、数。分かるわけ何種類の機械を使うのか。少なくとも今の段階で2種類は出てきてるよねっていうことですよ。あと最低2種類は出てるわけです。5とか5ね。5で。じゃあ現場で確認していきたいと思います。視聴者の皆さんもぜひ書いてみてください。よろしくお願いします。お願いします。というわけで、とりあえず入ったばっかりなんですが、最初のクイズも材料です。これが材料？ナットの材料ですか？答えは分かりましたよね。丸棒というか線に近いですね。そうですね。線のコイル材というか、意外なんかもっと現場で使うような丸棒、本当にストレートの丸棒をイメージしてましたけど、こんな感じなんですね。だいたいワンコイルは2トン。ここまでで2トン？そうですね。じゃあ4トンですか、これ？これ4トン。4トン。何個分ぐらいになります、これで？これでサイズにもよるんで、だいたい8万個から20万個ぐらい。8万個から20万個ですか？あれですよね、ずいぶん昔に板金屋さんの見学させてもらいましたけど、なんか考え方は近いものがあるかなと。ロールからですよね、あれはね。大塩の餃子みたいですね。それはちょっとよくわからない。なんか僕もわからん。これがさっきの洗剤を使ってナットの形にしていく機械です。で今こちらがもうできてますね。こういう形で一つずつ。これは今何をされてるんですか？ちょっと見にくいんですけど、あそこに先ほどの材料がセットしてあります。でずっと機械の方に引き込まれていくんですけれども、まだ1工程ですよね。そうです。1工程でナットの形？ちょっと上上がって見てみましょうか。うわ、すげえ。プレスしてる。で見てもらったら分かると思うんですけど、あそこに5本パンチっていうんですけど、っていうことは5工程この機械でやってるんです。めっちゃ早いっすね。そうですね。だからもう
鉄の材料を何くそと5回叩いてはいはいはい。六角形状になる。でもう使えそうな形してますよね。まだでもネジがそうですねないですよね。まだネジがないと。 M8 のナットの形になるまでの数、ここで出ます。僕5工程って言いましたっけ？ 500個。ああ、そっちか。あーなるほどはいはい。ちょっと待ってよ。あ、まあ今実際この機械が104回転で回ってるんではい。1分間に104個何個って言いました？ 500とかなんか、あ、すみません。言い過ぎました。1分間なんで、1分間ですね。はい、でここに並んでる機械がタップをする機械。これがタップですか？はい、なんかボルトだと天井、両端のボルトって天井で2つのローラーでこう、レーラーでローリングって言ってダーッと流しながらやったりするんですけど、これは鉄柵タップですか？そうです天井で鉄柵です。はい、鉄柵はい、うちのユーザーとほぼ 100% 鉄柵のタップ。はい、この業界ではベントタップって言ってはい。ちょっとお見せします。はい、何これ？これですね。何これ？見たことないこのタップ。ここは分かりますよね。はいはいはい。はい、なんか余計なものが。ええ、でこれが機械でこう回されてるわけです。はいはい。もう常に回ってる。はいはい。でここにナットが入ってきてこうもう通り過ぎ抜けるんですか？はいマジですか？タップってこう入れて抜くじゃないですか。そうなんですよ。だからそれをやると通り時間もかかっちゃうしはい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 セットもしないといけない。それを自動でこっちからどんどん送り込んで、この回ってるところで、まあ当然こう進んでいくんで、はいはいはい。で押し出して押し出して押し出してこっちからポロ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 出てくる。面白。何それ？これでいいか。ここへこうちょっとこれサイズが違うんであれなんですけど、でここにこの L 型が引っかかって、はい、でここからどんどんナットが出てきてここがバーッと、はい、すごい。業界がちょっと違うだけで全然違そううんですね。なんかこういうの見たことあるんですけど、こう回りながらあそこでプレスって初めてですよね。まあこれターンテーブルって我々呼んでるんですけど、はいはいはいまあこの方式でやられてるところはかなりたくさんあると思います。どこで何が壊れてるかプレスは分かるんですけど、はい、はい、それ以外が全然分かんないですね。だからさっきの材料が、まあ、機械に供給されて、でうちの、まあ、羽って言った方がいいんですかね、リング羽をセットする。はい。で U ナットの形にかしめる。かしめる。はい、で、で検査して完成。良品不良品で分けてっていう払い出す。だから、材料をあの形にしてタップやってこれはい、作る。そうですね。じゃあ3工程ってことで、今はね、あ、まだあるんですか？細かく言うと油だらけのナットをちょっと洗ったりもするんで、あ洗浄はい、正解はまあ洗浄はなしにして3台ですね。3、3、3。はい、基僕本はどうって言いましたっけ？ただまあ棒の工程も惜しいっていうところもあるんですよ。あ、そうなんです。ある意味、はい。ちなみにこれもクイズの分あたり普通になってるんですか？ああ、はい。その通り線ではない。線ではないね。いや、さっきの一番1工程目よりは早いですよね。いや、あの機械よりは遅いです。遅いですか？はい。まあ大体1秒間に1個です。あ、1秒間に1個。はい。あとはこのあたり60個。おうおう。いや、僕が倍って言ったのは大外れだって言ってますね。かなり線は外れてます。あ近く。よくよく見るとプレスしてない製品とかももう今なんかしてないですよね。あ、本当だ。本当だ。今なんか休んでましたよね。はい。勝手なことばっかりしとるんで。これなんで休んでるんですか？これがまあうちのリングが作用するっていうところを、まあ、この機械の中で決めてるんですね、位置を。はいはいはい。でその位置が、まあ、出てないものはプレスしない。じゃああそこでセンサーではい位置が決まってるかどうか見てるってことですか？そうです決まってるやつだけはい叩いて。はい。
じゃあ回転するやつは1決めか。そうです。偉い。なるほど。正解。あの位置がどれだけ重要なんですか。そうです。そのリングがどこの位置にいるかっていうのは、そのねじ切りの最初の一山のどこが何度ずれたところですか、そういうのが決まってるってことですよね。そう厳密に。はい。うわすげえ。よくご存知だから話が早い。いや面白い。面白いですね。もう当たり前のようにやってるんでね。あ、雨で動かしてるんだ。だからもうカムを使わないとこのスピードが出せないんですよ。だから基本的にはこれ駆動もモーター1個で動いてるんで、ご存知のように見たことあるような機械なんですけど、ちょっと大きいサイズですね。はいはい。今これが M30 流してますけど、削ってるのはここです。キリコが。で今あそこから、UFO キャッチャーみたいに。ああすごい。まあでもこれもね、うちの仕様にしてもらってほぼ既製品なんで、まあこれでM48 ですね。うわでかい。こういう形がこうなる。でここで切削したのがちょっと戻ってもらうんですけど、またちょっと大きめのプレスで、これですか。これ100トンプレスなんです。はい。で先ほど見てもらった自動機の方はだいたい10トン。10倍。はい。まあ当然ナットが大きくなって、スカートの厚みも厚くなってるから、それぐらいの力で押さないと。ちょうど今の48がプレス待ちで待機してます。でこれがまあ今 M30 トンなんで、30トン。ちょうどまああちらの機械とこの機械の間ぐらいのサイズを、ちょっと大きいから分かりやすいんで、はい。うわこれ見せちゃって大丈夫なんですか。見せちゃって大丈夫なんですか。大丈夫です。だからまあ簡単に言うとこれが板バネになってるんで、これが変形する。それのはいそうですね。反力で。を抑える。いやー面白いな。中はお見せできないんですけど、まあ、この形状をプレスでこの形状にすると。でリングを固定して、まあ、それが緩み止め U ナットになるということですね。大体こんな感じでざっくりとこんな感じになります。いやーすごい。というわけで、見学の方は以上で、実際にナットがどの程度緩まないのかっていう試験も見せていただきたいなと思います。というわけで、見学もご案内ありがとうございました。はい、というわけでありがとうございました。ありがとうございました。はい。工場見学行ってきたんですけど、はい。まあ、技術的なこととかは後で社員さんに聞こうかなということで、まあ、会社の雰囲気とか、社長の言うたらなぜ社長をやっているのかとか、お聞かせいただければなと思います。よろしくお願いします。お願いします。まあ、この富士精密の中で私3代目には就任させていただいたんですけども、やはりその当時は別に社長にならなければいけないとかそういう気持ちでは正直思ってなかったです。まあ昔は正直やんちゃもしてましたし、やんちゃ、はい、まあ友達とですねいろいろ遊んだりとかした中でなかなか仕事もまともにせずに遊んでました。やんちゃと友達っていうワードが気になって仕方がないですいや、盗んだバイクで走り出す的な、そういう、それはもうそれはねまあ現場作業からですね、ご覧いただいた工場の方で現場で作業をさせてもらって人間的にもいろんな意味でこうご指導いただきながら5年ほど前に社長という立場をいただきましたけども、僕らも言われているのが死ぬまで勉強だと言われてますので、まだまだ全然こう社長職としては全然できてないかも分かりませんけど、日々勉強しながら、この立場でやらせていただいてます。はい。就職されたのは、ここが1社目ですか？一応私はよその一度修行という形で、今の私の父の方にやはりよそで勉強してこいと、仕事を勉強してこいということで3年ほどですかね、外で仕事させていただいてから、そこから戻ってきて、僕としてはやはりその前職というところが元となりましたので、今につながるのかなとは思っています。それを知ってるからこそ多少は、社員さんの気持ちを想像できたりとかするもんですかね。そうですね、やっぱり前職でもやっぱり一から作業から入りましたし、どういう意味でやっぱ辛いのかなとか、どういうことがやっぱ難しいのかなとか、
ぱそういうのはやっぱり自分自身がやらないとやっぱり分からなかったと思います。ですからそういう意味では突然私も役員にもなってませんし、そういう意味では現場から一からというところでは、今の例えば新入社員とか今の中堅クラスでもそうですけども、やっぱりその時のいろんな悩みとかそういうところは僕なりは同じ道を歩いてきたつもりですので、理解できるところはあるかなとは思いますね。はい、気になるんですけど、ええ、お父さんのはい、この会社に入る前の印象と、はい、入った後のはいお父様の印象ってどんな感じでした？入る前は何をやってる親父なのかなって思ってましたね。正直私も小さい時は親父自体がやっぱりほぼ家にいなかったんですよね。ですからやっぱ何してるかもわからない。あんまり子供の時も一緒に遊んだ記憶ってあんまり正直なかったです。初めて入社して何をやってたかっていうのがやっと理解できた。でしかもこの立場になってからこれだけのことをやってたのかっていうのは今でもやっぱ正直頭上がらないですね。今は正直尊敬しかないですよね。今はっていうのは当時は何クソぐらいの当時はもうなんでいいよ俺やねんとかねこうやってたんやああやったんや言うことは本当に言わない方なので、やっぱり僕らもやっぱり思ったのがやっぱ初めて自分で経験をした時にここまでやり遂げた人なんだっていうのが初めて分かりましたから、逆になんかプレッシャーになったりしなかったんですか？大きく時プレッシャーしかなかったです。社長としての息子として入ってくるってことはやっぱり他の社員さんからすると僕ってやっぱりできて当たり前だと思うんですよ、息子という目線。ただやっぱり社員にしても皆さんやっぱりしっかり面接をされて入って、私が一息子として入っていた時にはやっぱりみんな見る目線っていうのは正直僕は違うと思いましたし、できて当たり前と思われてもこれはもうしょうがないことだというふうに思いましたから、一般のもちろん仕事されてる方に以上にやっぱ僕はもっと覚えなければいけないと思ってたので、そういう意味ではやっぱりいろんな知識何クソと思いながら日々ずっとやっぱ仕事してましたね。締めの最後に質問なんですけど、はい、富士精密を今後どのようにしていきたいですか？私の今の一番の目標っていうのは今ちょうど52期この半世紀を乗り越えたというところではもう一つ私の一つの大きな目標っていうのは100年企業を作り上げていきたいというふうに思っています。その100年企業というのはもちろん私の世代で達成できることではないんですけども、やはり100年企業を目指せる企業を今の土台作り新しいものを作っていて、今私もUNAT、ファイン UNAT という2つの大きな柱が持ってますけども、私の時代でもう一つの柱をしっかり作り上げて次の世代へ引き継いで100年企業になれる企業を目指していきたいというふうに思っています。というわけで貴重なお話ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、というわけで移動してまいりました。はい、先ほど製造工程を見せていただきましたが、今回は富士精密さんの、サービスの要と言ってもいいぐらい振動試験とか、各種もろもろ試験をする場所に移動してきました。で、今回は私の下部につけるナットと同じサイズのものを用意していただきましたので、そちらを試験していきたいと思います。というわけでよろしくお願いします。よろしくお願いします。緩み止めの試験、振動試験するって聞いて、僕が結構前に出した動画ですごい伸びたゆで卵動画、プリン動画あったんで、ちょっとちょっと待ってください。ドスベリしてましたから。そうでしたっけ？はい。50万回とかで1万回言ってた？とりあえずこれを作ってきました。ジグを 3D プリンターで。これはですね、振動試験機の上に取り付けることができます。このボルトを使って。で、その卵を完全におまけです。おまけ。はい。というわけで試験やっていきたいと思います。はい。お願いします。お願いします。こちらがいわゆる UNAT、回り止め機能がついた UNAT、そしてホームセンターにも売っている普通のナット単体、普通のナットといわゆるバネワッシャー、よくあるやつ、緩み止めだったらこれやるやつ、どの程度効果があるのか、そしてこちらダブルナットで試験していきたいと思います。で、試験内容については、ちょっと今から説明を受けたいと思います。
まず、こちらの軸直角振動衝撃試験は、こちらの、バーレルに対して、ボルトナットを締結いたします。楕円になってますね。そうです。このスロットに、バーレルとワッシャーボルトナットを組み付けまして、そして軸直角の振動衝撃を繰り返し与える試験を行います。ここでガチャガチャやるんですね。そうです。17分間になります、時間的には。で、3万サイクル、で、1分間に、1780回繰り返し衝撃を与える試験となります。ここのさっきカラーみたいなのが見えて、こことボルトはちゃんと締結のトルクがかかった状態。はい、そうです。かかってるけど振動が、衝撃が与えられて、緩むか緩むないか。はい。なるほど。を今からやっていただけると。はい。ああ、なるほど。そこにどうしてもやっぱり滑りが悪くなるので、滑りをある程度良くするために潤滑で。ここでも使われる CRC。ね。はい、じゃあ言うて危険なものではないということで、こちらで見させていただきます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。これは何 G という？これは、加速度で言いますと約 20G の加速度です。すげえ、こういう感じ。もう1分ぐらいじゃなかった？ 5分は持ってないですよね。5分は持たない。持たないですね。うわ、すごい。まあ本当はこれが緩むまで言うたらずっと回すみたいな、長時間回すみたいな感じなんでしょうけど、まあすいません、尺の都合で一旦切らさせていただいて、バネワッシャーとダブルナットを当て馬にして次の試験行きたいと思います。解決です。はい。はい、ちょっとですね、いろいろな測定具があるので、ちょっと順番にちょっと軽くね解説してもらいたいと思います。これなんか旋盤っぽい見た目してるんですけど、これ何なんですかね。こちらがねですね、ネジと、締め付け特性試験機というもので、簡単に言うとトルクと軸力を測定して、こちらのグラフでこう目で見るようになってるっていう機械になりますね。まあどんだけ締め付けてるかとかって目で見えないから、それをグラフで分かりやすくセンサーで測るっていうことですよね。なるほど。トルクレンチで調べても締め付け力がどの程度来てるか分からんからという。そうですね、締め付けのトルクっていうのは目で見ることはできるんですけど、どのくらい軸力がかかっているのかっていうのは目で見ることができないので、こういった機械で可視化して実際にどのぐらいの力がかかっているのかっていうのを確認することができます。こちらが、ユンター式のネジ緩み試験機というものになるんですけれども、こちらが、ドイツ規格で作られている試験機になります。ドイツですか？ドイツです。はい。ここに試験品をセットして、でセットした状態でここが上下運動をするんですけれども、それで緩ませる動きになりますので、それで、軸力の低下というものを見る機械になります。こちらがですね、アムスラ万能試験機という試験機になるんですけども、ちなみにこれとこれはセットですセットになってます。なるほど。こちらで実際に試験をするためにここが稼働しまして、こちらで実際にどのくらいの試験力がかかっているのかっていうのを、円盤のこのところで見たりとか、モニターで見たりとかっていうことができます。これはプレスで潰したりとかってそうですね、上側にちょっとこちら片方ついてないんですけど、つけたらボルトの引っ張り試験になったりとか、こちらにもちょっと試験途中のものが置いてあるんですけど、この状態でプレスをすることでナットの、ネジの強度を、測定することができる機械になります。ネジ山の潰れ具合ってことですね。そうですね、はい。
いろんな種類のあったんですけど、なんでこんなに揃えられたんですかね。やはり自社製品で作っておりますので、そういったものに関してきちんとした下取りのデータっていうのを揃えるためには、やはりこのだけの試験機っていうのが必要になってきているので揃えております。でもちろん試験協力っていうのもさせていただいているので、もしご希望の方がいらっしゃれば試験協力させていただけたらなと思ってます。ちなみにそれ1台いくらですか？これはそうですね、だいたい1000万以上はしますかね。はい。なるほど。試験するだけで何もかを生み出すとかじゃないですけどね、1000万ぐらいすると保証みたいなもんですからね。そうですね、そうですね。お客様に信頼していただける根拠になりますので、お金に換えられないところではあるかなと思います。はい、お願いします。はい、というわけで全部緩んだんですが、U ナット以外は、はい、でそのカメラのシャッタースピードでは果たして捉えられてるのかどうかは分からないんですが、今 U ナット1本だけ孤軍奮闘頑張っておるという感じでやらさせていただいております。おそらく17分フルでやっても緩まないでやろうということで、ここでエンディング撮らさせていただきたいなと思います。で、今回の評価どんな感じでしょうか？はい、ダブルナットと、一般ナットとスプリングワッシャーは、もう先に、脱落するという結果になりました。で、U ナットの方は、今もちょっと確認できるかどうかわからないんですけれども、まだ大丈夫。はい、試験が続いております。動いてます。はい。結果的には、予想通り大成功というふうな結果となりました。素晴らしい。はい、なかなか衝撃的なスピードですけどね。で、中に入ってるとうるさすぎてちょっと頭痛がしてます。30G でしたっけ、マックス。そうですね、加速度的な 20G、過信台が 20G で、はい、一般ナットシングルで割とポンと飛んでいきまして、でダブルナットとバネワッシャーが、まあ僅差とはいえ一応差があったわけじゃないですか。これってまあ普段通りというか。そうですね、多少の差はあるんですけれども、試験をすると、まあそういった結果というのは、はい、時々起こります。ダブルの方が持つ時もある。そうですね。そういうことなんですね。今回は、まあ、ダブルナットとバネワッシャーだと、バネワッシャーがたまたま長かったという感じで、まあ、たまたまもクソもなく安定的に締結できているというやつがいまだに揺さぶられておりますが、ここら辺で動画を終わりにしたいと思います。というわけで今回の動画は以上になります。セリフ忘れた。今回の動画が面白かった、参考になったという方いらっしゃいましたら、ぜひグッドボタンとかチャンネル登録をよろしくお願いします。藤井精密さんのホームページをね、概要欄に貼っておきますので、ぜひ見てみてください。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。はい、というわけで皆さんね、もう忘れてると思うんですけど、プリンを作ってますんで、持ってきてもらおうと思います。頼む。あ、割れてる。あ、もう普通のゆで卵や。普通の。これでも藤井精密さんの機械のせいですよね。機械のパワーがもっとあればいけてたでしょ。やったわ。じゃあちょっとスプーンでどうなってるか
まんまゆで卵。卵強すぎやろ。卵えぐ。